皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本の学校です。前回のエピソードを聞いていただいたり、日本の春というエピソードを聞いていただいた方は、そこでお話ちょっとしたと思うので、知っている方もいるかと思いますが、日本の新年度は4月です。なので、小学校、中学校、高校、大学とすべての学校が4月に始まります。大学は留学生に合わせて9月入学だったり少しずれていたりもするんですが、ほとんど基本的にはすべて4月に始まります。もう4月ということで、日本にいたら新しい1年の始まり、よし今年も仕事だったり勉強頑張ろうという気持ちになっている方が多いかなと思います。なので今回は日本の学校について基本的な制度だったり、いろんな学校行事、イベントごとをお話ししていこうと思います。基本的には同じだと思うんですが、もちろん通う学校によって、公立の学校に通ってる、または私立の学校に通ってるなど、いろんな違いもあるかと思います。あとは都道府県によって、東京で学校に通ってる、大阪で通ってるなど、都道府県によって違いも出てくるかと思います。あとは時代によって私が学校に通っていた時と今とでは変わってきている部分もあるかなと思います。なので今回は私の経験ベースでお話ししていこうと思います。まず日本の学校、小学校は7歳の時から始まります。そして小学校は6年間あります。7歳から12歳まであります。そして中学校は3年間、13歳から、15歳まであります。ここまでが義務教育です。小中学校は義務教育で絶対に受けなければならない教育です。義務です。で、その次、高校は16歳から18歳まで3年間あります。高校は義務ではないので、行ってもいいし、行かなくてもいいです。ですが、99% の学生は高校へ進学します。なので、ほとんどが高校までは卒業します。そして高校を卒業したら大学へ行く場合、日本では4年生の大学が多いです。18歳から22歳まで。この4年間に大学に通う方も結構いるかなと思います。あとは大学に行かない場合、すぐ働き始める方もいると思いますが、専門学校といって専門的なスキルを身につけるために2年から3年間学校に通う人もいます。これは例えば美容師だったり、デザインの学校とか、あとは声優になるための声優の学校とか、本当にいろんなことに特化した学校があって、それを2年とか3年間かけて習うっていうものがあります。これを専門学校と言います。高校を卒業した後すぐやりたいことが決まっていて、その専門的なスキルが必要な場合は、こういう専門学校に通う学生もたくさんいます。これがざっくり分けた日本の学校です。本当にいろんな特殊な学校だったり、いろんな違うことを学べる、ちょっとした違いとかいろいろあるんですけど、大まかにはこれが多くの人がたどるルートかなと思います。では、いつから始まるかですが、先ほども言ったように、日本の学校1年が始まるのは4月です。4月から新年度、新学期が始まって、4月から7月、これが1学期と呼ばれます。そして7月の後半から8月の終わりにかけて、ここが夏休みで、8月の終わりからまたは9月の初めから12月の後半までが2学期。
そして冬休みがあって、1月の6日とか7日ぐらいから2月の終わりか3月ぐらいまでが3学期になります。そして3月の後半から次の4月の1週目ぐらいまでが春休みです。小学校、中学校は春休みが短くて2週間ぐらいしかなかったと思うんですけど、高校生は1ヶ月ぐらいあって3月丸々休みっていうところもあって、大学生なら2月3月2ヶ月間休みっていう学校もあると思います。こんな感じで、小中高は3学期制の学校が多いです。大学は春学期、Spring Semester、Fall Semester みたいな感じで、春秋学期の、2学期制のところも多いかなと思います。そして日本の学校ではクラス制度というものがあります。毎年あなたは今年1年は何年何組ですのように振り分けられて、毎朝同じ教室に行って同じ生徒と授業を受けます。小学校、中学校は特にその教科によって教室を移動していろんな場所で授業を受けるっていうことは少なくて、同じ教室で同じ生徒と授業を受けます。実際は全然知らないんですけど、アメリカとかだったらドラマで見るような、なんか自分のロッカーが廊下にあって、でそこで教科書とかを取って毎時間違うクラスに違う教室に行くみたいな、そういったのは日本にはないです。なのでこのアメリカのなんか自分のロッカーがあって自分のロッカーデコっててみたいな学園生活はめちゃめちゃ私からしたら羨ましかったです。やっぱないもの、全く違うものに憧れるなと思います。学生時代は特に。で、日本ではこういうのとは違って、毎朝自分の教室があって、自分の机があって、そこに行ってそこで授業を受けるという感じです。で、自分は何年何組ですのように、毎年4月、新学期が始まる一番初めの日に、発表されるんですが、これが結構重要なポイントで、めっちゃドキドキするし、イベントとまではいかないですけど、とっても大事なことです。小学1年生だったら言ったら友達ゼロからのスタートになるかなと思うので問題はないと思います。ですが2年生、3年生とか中学校でも中2、中3ってなると仲のいい友達とか出てきますよね。1年間ずっと一緒にいた、ずっと一緒に遊んでたっていう友達と4月になったらもう教室が違う、教室が遠いからちょっと会えなくなる、あんまり遊べなくなるみたいなことがあります。小学校とかだったら結構すぐ誰とでも仲良くなるので、1週間とか2週間経てば新しい友達もできてみたいなのがあるかと思うんですが、中学高校と成長してきたら1年が始まった最初に仲のいい子がクラスにいないってなるともう結構メンタルやられるかなと思います。仲の良かった子はみんな自分以外同じクラスなのに自分だけ一人全然違うクラスに入れられたみたいなこともあるかなと思います。これもどうやって決めてるかはわからないんですけど、先生方が誰を何組に入れるかみたいなのにやってると思うんですけど、私たちからしたら運ゲーなので全然誰が何組になるかっていうのが想像できないので、本当にドキドキっていう瞬間かなと思います。昔はスマホがなかった時代は休み時間とかにも人と話すしか方法がないというか、そうやって遊んできたかなって思うので、1ヶ月もすれば仲いい友達もできて、どんどん最初は知ってる人いなかったけど馴染んできたみたいなのもあると思うんですけど、最近はスマホがあるし、友達いなかったらスマホでゲームするか、インスタでも見るか、TikTok でも見るかってなって、どんどんその孤独な空間が出来上がってしまうかなと思います。もちろんその隣の席に座ってる人だったり話しかけてくれたとかがあったらいいんですけど、めっちゃシャイな場合、自分からあまり話しかけるのが得意ではない場合、そして知ってる人が最初誰もいないっていう場合だと結構ね、学校に行くのが辛くなってしまう瞬間もあるかなと思います。こんな感じで始まるのが日本の新学期です。
ちょっとあんまりいいことないじゃんって思ったかもしれないんですけど、最初はね、友達いるかいないかって結構重要なんですけど、言うてちょっとずつその時間を過ごしていったら、同じクラスにも仲いい子ができたりするので、そんなに暗い話ではないかなと思います。でも結構これが重要なポイントだなって思います。では次、簡単に時間割、何時から何時まで勉強するのかっていうことをお話ししようと思います。私が小学生だった時は、朝8時半ぐらいから学校が始まって、授業は45分の授業が4つだけ、朝からお昼までっていうのが多かったです。そして2年生、3年生とグレードが上がっていくにつれて、お昼の後も授業がある。5時間授業とか6時間授業。そういった日が増えていって、小学校5年生、6年生の時には、ほぼ6時間授業で、週に1回4時間お昼で帰れるっていうのがあったと思います。で、中学生になればもう毎日6時間授業で、1コマ、1個の授業は50分あったと思います。50分の授業を受けて10分休憩してっていうのが6個あって、朝は8時半ぐらいから始まって、終わるのがだいたい3時半ぐらいだったと思います。で、じゃあ中学生になったら3時半でみんな学校帰るのかっていうと、そうではないです。学校が終わった後3時半ぐらいに終わったら、そこからほとんどの生徒、多くの生徒が部活動に参加します。そしてその部活動の練習をします。部活動も本当に学校によって様々だと思うんですけど、運動系のスポーツのクラブもあるし、あとは音楽系とか芸術系の活動もあると思います。私は陸上部に中学生の時入っていて、学校が終わったら毎日2時間とか、長かったら3時間ぐらい練習して、6時、家帰ったら7時ぐらいかな。そんぐらいだったと思います。今思えばようあんな走ってたなっていう感じなんですけど、めちゃめちゃ勉強だけを一生詰め込んでるっていうよりかは、勉強もして運動もしてっていう感じでした。で、日本の学校は宿題が多分多い方だと思います。これも学校だったりその教科の先生によって全然違うんですけど、授業の時間自体はそこまで長くもないかなって思うんですけど、家に帰ったら宿題があってまた勉強しないといけないっていうのが多いかなと思います。では日本語言語を学んでいる方がたくさん聞いてくれているかなと思うので、日本の英語教育、日本の言語の教育はどんな感じっていうのをちょっとだけお話ししようかなと思います。私の学生時代は中学生の時、13歳の時から始まりました。そこで一から英語を勉強しました。例えば My name is とか I am from Japan みたいな感じで、そういう本当に基礎からそういう勉強をしました。でも今はちょっとだけ変わってきているみたいで、今は小学3年生から4年生ぐらいから英語教育が始まるみたいです。なのでその年になったら週1回英語の授業があるっていう感じらしいです。私の時代よりも3年ほど早くなっています。ただ英語の授業が増えた、早く勉強するからといって英語が話せるようになるのかっていうのは、別問題だとは思います。ですがやっぱり子供の時からできるだけその言語を習得しようと思ったら音を吸収してたくさん触れる時間を増やすっていうのは大事だと思うので、その点においては昔よりは改善されてきてるのかなと思います。あと他の授業、国語とか算数とかありますよね。日本の学校って結構自分で選択して受ける授業っていうのが少ないかなと思います。高校生になっても文系、理系、数学が得意、物理をもっと学びたいみたいな感じでざっくりは分けられるんですけど、例えばアートの授業をもっとやりたいとか、英語以外の言語を学んでみたいとか、音楽の授業をもっと勉強したいとか、もっと大学のアカデミックな授業も取ってみたいみたいな、そういった
った選択授業できる学校はめちゃめちゃ少ないかなと思います。なので大学に行くまでは、高校を卒業するまでは結構自分で選んで学習するというよりかは、もう与えられたものをとりあえずこなしていくみたいな感じかなと思います。私が高校1年生の時にオーストラリアの学校に1日訪問みたいな感じで現地の学生と交流したことがあります。そしてその時に思いました。その行った学校ではもちろん必修科目とか全員が受けなければならない授業っていうのもたくさんあったと思うんですが、日本語のクラスを取っていたり、なんか運動が好き、スポーツが好きだからもっと体育の授業を増やしていたりとか、本当に学生がそれぞれみんなやりたいことに沿って授業を選択しているっていう感じだったので、それが本当にいいなって、めっちゃ羨ましいなって思っていました。私の通っていた学校はあくまで公立のパブリックスクールなので、私立の学校に行けばいろんな設備が整っていたり、いろんなことを教えてくれる専門的な先生がいたりとかして、もっと選択肢はあったかもしれないですが、それでもなんか平均的に見たら少ないかなと思います。次は学校であるイベントについてお話しします。これは皆さんが通っているまたは通っていた学校はどんな感じだったかっていうのが私個人的に気になる部分ではあるので、もしよければぜひコメントでシェアしてほしいなと思います。ではまずどの学校にでもあるであろうイベント、それが運動会だと思います。運動会っていうのはスポーツイベントです。クラス対抗だったり、赤組、白組といって2つに分かれて、スポーツで競い合います。私が覚えているのだったら、例えば50メートルで走ったり、リレーがあったり、綱引きっていうのをしたり、あとはみんなで踊ったりとか、そういったいろんなスポーツをしてみんなで競い合います。これがまあ楽しかったなと思います。その勝ち負けはあるんですけど、それでもみんなで一緒に頑張って、なんか運動したり競争したりっていうのは楽しかったなと思います。そしてもう一つ、運動会が好きだった理由があるんですけど、その理由は運動会の季節になると机で座って勉強という授業が減っていたので、それがとっても良かったです。その勉強する時間が減って、運動会の練習、もっと体育の授業、スポーツの練習が増えてったので、これは私にとってはめっちゃ嬉しいことでした。体育の授業だと時間が一瞬で過ぎるのと、勉強してるよりは楽しかったので、この季節になったらやったもっと運動できるみたいな感じでした。あと、組み立て体操というものがありました。これ今考えればようやってたなっていう、すごっていう自分でも感心するんですけど、みんなでピラミッドを作ったりタワーを作ったり、すっごいです。なんか見たことがある方はわかるかもしれないんですけど、子供たちだけであそこまでなんかすごいものを作り上げるっていうのがいい経験ではあったかなと思うんですけど、めちゃめちゃ危ないです。なのでそれで怪我をしてしまったっていう人もいたりとかして、最近ではその危険なものはやってはいけないというルールがあって、この組み立て体操っていうのをやる学校があっても、すっごい簡単なもの、または危険性が少ないものをやる学校が多いみたいです。で、高校の運動会ってなるともっとなんか楽しいもの、競い合うのがメインっていうよりかなんか楽しいものがメインだったなって思います。私の学校ではみんな自分で手作りして、ダンスの衣装、チアの衣装を作って、それでダンス部の人たちが自分たちで振り付けを考えてみんなで踊るっていう、そういったものがありました。これはめちゃめちゃ楽しかったです。そして次、毎年あるイベントといえば遠足です。遠足っていうのは日帰り旅行、ピクニックみたいな感じです。一日みんなでどこかへお出かけします。どこか大きな公園に行ったり、動物園とか水族館に行ったり、あとはなんか科学博物館みたいなところに行ったりと、単なる遊びピクニックっていうよりかはもうちょっと学びを交えたものかなと思います。なんか動物を観察してみようとか、
生き物を観察してみようっていうので、なんかその後に感想文を書かなければいけないとか、そういったのがあった気がします。これは小中学校ではこんな感じかなと思うんですけど、高校ではもうちょっと遊び感が増えてました。みんなでバーベキューをしたり、あとは普通に京都に観光に行ったり、神戸に観光行ったりっていうのが私の学校でした。次に修学旅行です。修学旅行っていうのも、これもめちゃめちゃ大きい一大イベントです。これは日帰りではなく、2泊、3泊、4泊とかっていう旅行になります。小学生の時に1回、中学生の時に1回、高校生で1回、各学校で1回ずつある大きなイベントになります。これも行く場所は各学校によって全然違います。どこに住んでいるかによって違うし、コロナ前だと海外に行ってる学校もいたと思うんですけど、コロナ後はもうほとんど国内旅行だけっていう学校も多いかなと思います。私が小学生の時は広島県に行きました。広島県の原爆ドームに行ったり、あとは宮島という鳥居が海に浮かんでいるところがあるんですが、そこに行って、あとちょっと鹿と戯れたり、そういったコースでした。私が通ってた学校の隣にあった違う学校では、三重県にある伊勢神宮に行っていたりと、その同じ近い場所にある学校でも全然行く場所が変わってきます。なのでこれは運っちゃ運です。そして私が中学生の時は富士山と東京に行きました。富士山付近では川で川下りを経験したり、初めて富士山を見てうわってなんか圧倒された記憶があります。そして次の日に東京ディズニーランドに行って、あとは東京タワーを見に行ってといったコースだったと思います。ちょっと記憶があやふやですが、こんな感じだったと思います。で、高校の修学旅行は、私はグアムに行きました。グアムは太平洋に浮かぶ小さなアメリカの島です。グアムは日本語がめっちゃ通じるし、学校でみんなで行っているので、全然外国感はなくて、ただただ楽しい時間でした。グアムの海は本当に綺麗なので、そこで海で遊んだり、なんて言うんですかね、なんかちょっと空飛ぶやつ、名前忘れたんですけど、そういったのを体験したりしました。買い物に行ったり、泊まっていたホテルも豪華なやつで、なんか大きいプールがあって、いろんな遊べる場所があって、そこで遊んだりと、本当に楽しかったです。で、このグアムが良すぎて、その2年後ぐらいにまた友達と行きました。私はグアムに行ったんですが、基本的には、私のイメージ的には、公立の学校は国内旅行、で、私立の学校は海外旅行というイメージがあります。私立の高校に通っていた私の友達は、アメリカだったり台湾に修学旅行に行っていたと思います。で、私の妹はオーストラリアに旅行に行っていました。学校によって本当に様々だと思います。こうやって10代の時に海外にみんなで行って、異国の文化を体験できるってとっても貴重な経験だなって思います。知らないものに触れて、もう言語も通じない環境で、このなんかサバイバルな感じ、生きていくっていう感じ、これで価値観と視野を広げていくのが大事だなって思います。なので4日間とか5日間の本当に短い期間ではあるんですけど、日本の外に自分のいつもいるところから一歩出るっていう体験ができるのは本当に貴重だったなって思います。コロナになってから修学旅行で海外に行けなくなってしまいましたが、高校生のこの若い時にできる貴重な体験だからこそ、また海外への修学旅行がいろんな学校で再開してたらなって思います。今回は日本の学校についてお話ししました。日本独特だったかはわかりませんが、学校教育というのは各国によって大きく異なるものだと思うので、いいこと、改善すべきことというよりかは、私の体験ベースでの楽しかったことなどをお話ししてみました。皆さんの通っていた学
校だったり、こういうイベントあったな、ここ好きだったなみたいなのがあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。また日本の学校についてはまだまだシェアしたいことがたくさんあるので、例えば給食とか学校のルール、校則とか、また次第2弾でお話ししようかなと思います。なのでそちらも楽しみにしてもらえたらなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。